皆様こんにちは。ロンドンハーモニーライフにお越しくださりありがとうございます。この映像は4月に撮影しました。赤いバスがとても綺麗に見えました。そして5月は緑がこんなに生い茂り、6月に入ったらまるで森林浴ができるぐらいにもりもりに生い茂ってしまいました。なので窓辺にお花が欲しいなと思って、先日フラワーマーケットに行ってきました。この季節本当にたくさんのお花が出てきまして、この日は鉢植えのお花を買いに行きました。今回は初心者でも育てやすいゼラニウムとオステオスペルマムを購入しました。そしてもりもりの木々をバックに、かけてみました。ちょっと色が加わったので窓から外を見た時の楽しみができました。はい、そしてこちらは7月です。かなりゼラニウムが咲いて華やかになってきました。これからガラクタ市を見に行きます。通りすがりですが、ここは有名なパブチャーチルアームス。外のお花が満開でとても綺麗でした。めちゃめちゃイギリスらしい一コマです。バスに乗って目的地に向かいます。ノッティングヒルのちょっと先にゴルボーンロードがあるのですが、金曜日と土曜日の飲みの市、これがまたすごくカジュアルで、飲みの市というよりガラクタ市です。というか家庭の不要品がたくさん詰まってます。この近くにポートベローマーケットがあるのですが、そちらは観光客向けで、こちらのゴルボンロードは地元の人たちが好んでくるようなマーケットです。土曜日の午後なのでもうほぼ何もめぼしいものは残ってない状態なんですが、このカジュアルな雰囲気だけ、お楽しみください。ここでおしゃれなヴィンテージのミシンを見つけました。ハンドルは回せるのですが、実際には縫えなくてディスプレイ用だそうです。こちらにもヴィンテージのミシンがありました。ちょっと癖が強いダイヤル電話です。これちょっと珍しくて、フランスのリモージュのお皿がたくさんありました。そして今日は友人が講師を務めるモーリーカレッジの陶芸ワークショップに行ってきます。これは前回作ったものです。それが2週間経って乾いてきたので、今回色付けをします。
私は縁っこで黙々と塗ってるタイプで、ひたすら陰キャラになってました。シンプルに水色一色でタイルと小物入れと、もろもろ作りました。また焼けたらご紹介しますので見てください。ロンドンのお天気は本当に今年は読めなくて、暑くなったり涼しくなったりしています。このリスちゃん食べるのに必死で、ここから全く動かず、ちらっと目が合うのですが、お構いなしに一心不乱に食べております。この日は夫の用事でサウスケンジントンに来たので、近くにあるヴィクトリア・アルバート・ミュージアムに寄ってみました。この建物はイギリスでも最も重要な保存建築物、リステッドビルディンググレード1に登録されています。ちなみに入場料は無料です。こちらは中庭ですが、この建物内に私の大好きなカフェがあります。最初にこんな感じでウィリアム・モリスのトレイがあるので、それを持って並びます。ここで好きなものを注文して、先ほどのトレイに乗せてカフェの方に移動します。シナモンロールと小さなケーキを注文しました。こちらが世界で一番古いミュージアムカフェです。3つありますので順番にご紹介します。まずはギャンブルルーム。この一番奥のベンチからの眺めが最高に素晴らしいです。ここから見渡せる左右対称の空間が圧巻です。ギャンブルルームといってもギャンブルをする部屋ではなく、ここを最後にデザインしたデザイナーのジェームス・ギャンブルさんの名前から由来しています。紅茶がポットで出てきたのも嬉しいポイントでした。あとケーキも美味しかったです。このギャンブルルーム1868年にオープンしていますが、150年以上経った内装とは思えないぐらい綺麗です。壁にはセラミックタイル、窓にはステンドグラス、そして天井にはカラフルなエナメルを焼き付けた鉄板と不燃材をふんだんに使い、お掃除もしやすいことが150年経った今でもインテリアが綺麗なままでいるポイントなんだそうです。こんな飛び入りでピアノ演奏もあるので、作業をするカフェというよりは豪華絢爛な空間で優雅なひとときを楽しむカフェだと思います。世界で一番古いミュージアムカフェ、次はモリスルームです。ウィリアム・モリスがまだ31歳で無名な時に、友人であり建築家のフィリップ・ウェブと画家のバーン・ジョーンズと共にデザインされたお部屋になります。モリスはこの作品を機にだんだん有名になっていきました。腰壁から上は漆喰にオリーブの枝が描かれていますが、これは後にモリスのフルーツや柳といった代表的なデザインに発展しています。先ほどのギャンブルルームと比べると
壁も緑ですし、照明も少なめ、そして窓も小さいのでちょっと暗いんですね。でもその代わり落ち着いた雰囲気でカフェを楽しみたい方にはモリスルームがおすすめです。世界で一番古いミュージアムカフェ、最後はポインタールームです。こちらはエドワード・ポインターさんがデザインし、もともとはステーキなどを焼くグリルルームだったので、この大きな鋳鉄のオーブンが特徴です。そして真鍮の装飾部分に描かれている太陽と波、これは日本のデザインからインスピレーションを得たそうです。ダッチブルーの壁タイルが全面に使われ、とても印象的なインテリアです。タイルの絵付けは美術女学生さんたちによって行われたそうです。150年前のイギリスはまだ女性に参政権がなく、社会進出もまだまだだったので、このプロジェクトで女学生が関わったというのはすごいことだと思います。ダッチブルーのタイルとこのダークブラウンの木目がすごく落ち着く空間でした。こちらはトイレです。イギリスではバスルームと呼びます。ここにビクトリア・アルバートの V と A の頭文字を取ったオリジナルタイルがありました。クラシックでなんとも素敵なバスルームでした。ロンドンの美術館は無料というのは本当に素晴らしくて、日常の中でちょっと近くを通ったら気楽に入ることができる、こんなに素敵なカフェやミュージアムショップに入れるというのは私にとってはすごくツボで、特に日本からお友達が来た時などはここにご案内しています。皆様もロンドンに来られる際は150年以上の歴史のあるミュージアムカフェにぜひ行ってみてください。今日はここまでとなります。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひ高評価やコメントで教えてください。チャンネル登録もお待ちしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。